だすこじこんばんは、ポーターです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、汗のスパサブ軍団来たし、そろそろスパサブの検証もう一回やってもよくない？やっていきたいなと思います。このガチャ来ましたねということで、みんなスパサブ持っています。もうこれはやっていくべきだろうというところでですね、やっていきたいなと思います。スパサブについてはですね、このチャンネル長い歴史がありますね。でもね、最後やったの2023年の10月だったんですね。そろそろやるべきかなというところで、今いろいろ変わってるかもしれませんからね。で、現在でもね、スパサブにはいろいろ憶測が出てるかなと思うんですけども、調子1個分上がるみたいなね、ところもありますし、この調子ってね、総合値が低い方が高かったりするので、それに派生して、総合値低い方がスパサブの恩恵受けてるんじゃないかとかね、あとはハーフタイム時の交代は意味ないんじゃないかとかね、これはね、公式側で確かね、質問かなんかでね、答えてたはずなんで、そこは問題ないかなとは思うんですけど、このあたりもね、やっていきたいなと思いますし、あとは前回の検証ですね、このあたりの結果も踏まえてやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させて、やっていきたいなと思います。1秒間60個までペナ内のね、ドリブルのスピードを測っていきたいなと思います。スパサブの有無でね、比較していきたいなと思います。使っていく選手はね、先週来たインザーギ、そして今回来た冨安選手、総合値低い枠でパーリー、そして服部平次型のハバーツをやっていきたいなと思います。この4人ですね、この4人を見ていきたいなと思います。はい、ということで一気に見ていきたいなと思います。まずはスパサブなしの状態ですね。今回監督はソチェック監督を使っていますので、監督補正はない状態になっております。これがね、全部の基準の記録にはなっていきますのでね、はい、見ていただきました。ということで、これが基本の基準ですね。なっていきます。こんな感じになりました。はい、ということですね。ここは5秒の何コマかというような記録になっています。これがですね、スパサブ、後半から出した場合ですね、どのくらい上がるのか、はたまた上がらないのかですよね。これはね、祈っていきましょう。はい、ということで後半ですね。これまた別の試合ですね。ホームアンドアウェイ変えてます。で、念のためハーフタイムよりちょっと後にね、交代していきたいなと思いますけども、こんな感じでもうね、変える選手一番左側に置いてるんですけどやっていきます。さあ、インザーギどう ?24 だったけど、あれインザーギ 25 冨安まだ3人いますからね。まだ3人いますから。5秒21コマだったけど、ダメか21コマ変わらない。パーリ総合値低いから、総合値低い枠パーリー27ハバツ、もうお前にかかってる。ハバツ頼む。やだハバツやだ。ハトリー、はい、結果こうなりました。綺麗に揃ったね。なかなかできないよよかったよ。なんとなく分かってたけどね。はい、ということでですね、ちょっと切り替えてちゃんと見ていきたいなと思うんですけど、スパサブはね、恩恵あんま分からずという形になりましたね。でも正直ネガティブにあんま考えてなくてですね、ちょっと深く考察していきたいなとは思うんですけども、以前ですね、ロベルト・バッジョで、スピード1ずつ、あとドリブルも1ずつね、上げて検証してきたんですね。そこで分かることはですね、数値が1、どちらか1つでもね、1でも上がってれば記録は上がっていったということが分かってるんです。で、今回の4人とも見ていくとですね、4人ともですね、記録上がってないんですよね。ということは、スピード、ドリブル、ここの数値は少なくとも上がっていないということを言えます。で、さらに言うとですね、冨安選手とハバーツ、ここね、数値あんま変わんないんだけど、記録結構違くて、そもそもね。
なのでボルコンの差なのかなとか、いや身長の差はねそんな変わんないことは以前検証で分かってるんで、そう考えるとボルコンとか、あともしくはドリブルが75を超えると速くなるとか、そういったなんか仕様があるのかなとかも思うんですけど、いずれにしてもですねドリブル数値とかは上がっていないということが言えるのかなみたいな感じですよね。でそう考えると他の数値上がってんのかなっていう気はしてるんですけど、ここからはですね僕の本当に憶測になっちゃうんですけど、センス系が上がってんじゃないのかなっていう気はしてます。というのもスピードが上がっていないということは身体能力が上がってないということで、ドリブル数値が上がってないということは技術向上でもないんじゃないかみたいなね、気がしているんですよね。でそもそもですね後半から出たからって言ってサッカー上手くなるって変な話じゃん、現実的な話をしたらねそうゲームだからあれなんだけどさ、だからそう考えると嗅覚的な部分が向上してるって考えるとセンスとかなのかなみたいな。あと仮にですね決定力とかだとしちゃうと最前線しか意味なくなっちゃうし、ボール奪取だと逆になっちゃうし、サイドプレイヤーとかね関係なくなっちゃうし、分かりやすくどのポジションでも共通する部分で言うともうセンス、オフェンスセンス、ディフェンスセンス、ゴールキーパーセンスみたいなとこで上がってんじゃないのかなみたいなね、これあくまで妄想憶測の世界なんですけどね。いずれにしてもですね上昇してたとしても1とか2とかそんなレベルだとは思いますね。なので現状ですねスパサボを使ってるっていうね気持ち以上の恩恵っていうの、ここはね今ねわからない、感じられないなっていうか検証ではわからなかったなっていうところですね。はいというところで結論です。スパサブはドリブルスピード上がってませんとします。はいということでねいろいろ見てきましたけど、ちょっと冒頭のとこも言っていくんですけど、調子が1個分上がるね、これに関してはもうそんなに上がってないと思いますね。調子の方、末級版の方は分かるかなと思うんですけど、全体的にね上がってますから、調子が上がるとね、以前の検証でもね調子1個分は上がらないっていう結論に至ってますし、歴史的にもねここで見ていくとスパサブってねウィーレ時代からどんどん弱くなってきてるんですよね。そう考えると余計考えづらいなっていう感じがしました。あとは総合値低い方がスパサブの恩恵を受ける、これに関してもね受けてなさそうな感じというか気はしちゃいましたよね、パーリを見る限りねで経験上ねスキルの上昇幅って一定なんですよね。そう考えるとそうなのかなって思っちゃいます。でハーフタイム時の公開意味ない、これはね意味あるはずだと思います。これは先ほど言った公式でもね言っているっていうのもそうなんですけど、23のね初期の検証ではねハーフタイム交代でもね検証結果出てたんで、上がってる検証結果出てたんでそうなのかなと思います。でスパサブの現実的な使い方なんですけど、無理に後半に出す必要はないかなとは思いましたね。もちろん後半出した方が得なんですけど、能力高ければスタメンでも全然いいかなっていうか、縛られる必要はないかなって感じですね。あともう一つ、スパサブ枠はスパサブ持ってなくてもいいかなと思いますね。これは逆説みたいな感じなんですけど、なんだろう、感覚的にはですね PK キッカーくらいの感覚でいいのかなと思いました。持ってたら得だよねみたいな、そんぐらいの感覚でいいのかなと思いました。ただ先ほども言いましたスパサブを使っているっていう気持ちが結構すごく大きいので、特にイフトってメンタルゲーなんで、こういった意味では大事なのかなっていう気もしますね。ちょっとその辺はね個人差出そうかなと思いますのでよろしくお願いいたします。あとはねここ上がってないみたいな疑惑があったらぜひコメントで教えていただければなと思います。あとはね同時にね検証方法とかも一緒に考えてくれたら嬉しいなと思いますね。でもね検証としてはねあんまり盛り上がる結果ではないんですけど、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。お願いします。はいということでここから雑談ですね。本当にもう閉じていただいて大丈夫です。コアな人だけ見ていただければ大丈夫です。ほんとスパサブ検証むずいなっていうのをね改めて思いましたね。数値がねモメンタムみたいにかなり上がってたらね使用感影響出るはずなんで、そう考えるとねあんま上がってないという検証結果にならざるを得ないなっていう感じしましたね。でねちょっと悲しいのが、こういうねあんまり結果出なかった時の動画ってねチャンネル登録者数減るんですよ別にYouTube でそういうもんだからいいんですけど、嘘つけばいいのみたいな気持ちになっちゃうよね。そんなので俺嘘つかないし何のための動画でこの検証やってんだって話になるんでやらないんですけど、ただ悶々とするよね。動画出す時に今回も減るんだろうなと思いながら出すっていう気はしてますね。3月中2万人行きたいな。行けないかな、ちょっと難しそうかな。もしね2万人とか行ったらね
ちょっとコップとかね抽選であげたいぐらいの気持ちなんだけどね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。年度内です3月中です。ぜひよかったらお友達にも教えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。スパサブむずいけどまだ諦めないよ。またお会いしましょう。バイバイ。